はい、お疲れちゃん、主だよ。今日はね、自転車連れてまいりました。主ね、この1年間ぐらいちょっと訳あって電車通勤をしてたんだけど、ちょっとね、満員電車にこいてます。それで来月から実はね、職場がちょっと移動になりまして、また自転車で通える距離感になってきたんですね。なので自転車を一回メンテナンスをして自転車通勤に向けて控えてるんですけども、その時にね、ちょっと最近夜暗いじゃないですか。それでかっこいいライトを買ってきました。こんなやつかっこいいね。それでこのライトはこういうね、バンドで留めるものがあるので、それでこれをカチャンって回すと固定できて、ハンドルにこうつけられるんだけど、バーディーのハンドルってここがね、斜めになってて、これがしっくりつかないので、今回は 3D プリンターとアルミの切削を含めまして、かっこいいブラケットを作れたらいいなと思ってます。それじゃあやってみるよ。始まるよ。こちらは妻ちゃんの自転車なんだけど、これはここに巻けるんだよな。これを巻いて、妻ちゃんのはこうやってカチャってつくんだね、ライトが。でスイッチオン。ああ、いいですよね。それで例えばこれを外して、でこのスマホにこういうのをつけると、これがまたスマホもこうつくと。いや、これは便利じゃないですか。それでさらにこのライトをつけるスマホをつける、この欲張りなセッティングもできるようになってます。これをね、主のバーディーでもやりたいんだけど、こういう風につけられないからブラケットを作りたいと思います。はい、そしたら簡単な流れを説明すると、ここに4箇所のボルトがあるので、ここにこれを取り付けたいけど取り付けられない。でここは先ほども言ったテーパーになってるので、バンドを巻くのにね、なんかしっくりこないっていうところで、ここを加工したいんですね。それでまずこういうのが売ってます。なんだろう、詳しくないんだけど、ガーミンのブラケットっていうのかな、これが Amazon とかで売ってますので、これをここにつけたいってなると、まずここに台座を作るんですね。その台座はこのちょっとアルミを切り出す予定なんだけど、一回ね 3D プリンターでこういう風に試作品を作りました。 3D プリンターって気軽でいいですよね。思ったものをプリントして、これが OK だったらアルミとかで作り直せばいいから、すごく便利ですよね。でこれをまず試作で作って、ここはねちょっとカラーを入れて高さを出して、ボルトを長くしてこれを固定して、その上にこれをはめ込んで、最後にこちらが取り付けられればいいかなと思ってるんですけども、最初はこの厚みをアルミで作ろうと思ったんだけど、せっかく 3D プリンターあるから、土台は薄いアルミで作って、土台の上にこれをまたつけるっていうちょっと作戦でいこうかと思います。早速じゃあフュージョンでお絵描きをしてみます。はい、そしたらフュージョンを用いてこちらを描いてみました。こちらがアルミで作るブラケットになっております。4箇所の穴を開けて、でここのちっちゃい方の4箇所は後でタップを切って丸いプレートをネジではめ込みたいと思います。そしてこちらが 3D プリントする方ですね。ここの中央に丸いブラケットを入れて、アルミプレートにここのネジ穴から固定をする予定ですね。裏はどうなってるかというと、ここ袋にしました。そうすることによってキャップボルトの頭を隠せるんじゃないかということで袋にしてみました。ただね 3D プリントでやるから、ここが綺麗に処理がどうなるかちょっと楽しみですね。そしたらこの後は CNC ルーターシャペオコくんと 3D プリンターを使って製作していきたいと思います。
い、そしたらアルミの方は完成いたしました。あとはね 3D プリンターの方見てみようか。こちらもね完成したかな。よいしょ。はい、こんな感じですね。そしたらこの2つをねドッキングさせるんだけど、おお、いい感じですかね。ちょっと向こうに移動します。はい、材料が揃いました。そしたらこのプリントしたもののまずここのサポートを外します。うまく取れるのかな。このサポート4箇所取ります。よいしょ。こんな感じです。そこにねこのボルトが落ちるはずですね。結構きつかったな。はい、ぴったりですね。ぴったりんこ。そしたら組み付けていくんですが、まずこれにボルトとカラーを入れて車体に取り付けます。そしてこれをここに乗せてかぶせて、これを入れてこのサラネジで固定をすれば、これがライトがカチャンとつく予定なので、早速取り付けてみるよ。はい、早速取り付けていきます。まずこれ外しますね。よいしょ。よし。こちら4本外します。そしたらこちらのカラーを入れます。1、2、3、4。次にこちらの切削したアルミのプレートをこちらのボルト4本で固定します。これがぴったりんこ。なんかこのまんまでもいい気がするね。でも黒い方はいいもんな。これでぴったり入る？ぴったり入りました。だいぶぴったりカンカン。かなりぴったりんこにできたかと思いますね。素晴らしいです。次はこちらをつけていきます。六角のサラネジで留めていきますね。OK。一応これで完成かな。いい感じです。そしたらいよいよこのライトを取り付けていきます。こちらは90度横から縦にすると。パチッ。おお。結構きついね。いいのかな。ここはツラツラだから大丈夫だと思うんですけど、こうしてカチャンってやればすごいですね。でいいんじゃないでしょうか。素晴らしい。良いです。さらにこれを使うことによってスマホもつくのかな。いやいいですねこれ。だからあれだね、こうブーンって出かけて多分外す時はこれもつけっぱなしだと盗まれちゃうかもしれないから、あれだね、もうこの状態で自転車降りればいいかな。で自転車乗るときはこれをこうやるか。ライトのスイッチはまあ触ればわかるかな。おー、いいですね。はい。それでさらにスマホだけの時もこれでいけるわけですね。いいですね。クッションがちょっと効くんですね。これで例えば知らない道行く時もナビとかで案内してもらえるんじゃないかと思います。いいですね。はい。
はい、そしたらなんとか無事にこちらにライトをつけることができました。思いのほかちょっとね時間かかっちゃったんだけど、アルミの切削した土台とその上の 3D プリンターで作ったカバーをうまいことこうドッキングさせて満足のいく製品が完成しました。あとはね、これすごいなと思うのが、この上にさらにスマホがつけられるっていう、これすごいよね。これはいいですよ。初めて行く道なんかは本当にねいいと思います。これで来月からの主のこの通勤もね快適になるんじゃないかと思ってます。はい、そんな感じで来月の自転車通勤になんとか間に合ったので、これでしばらく様子を見てみたいと思うよ。よし、今日はここまでにするよ。行くぞ、せーの、あつかれちゃん。